こんにちは、今日の解説はどんな本なんだ？こんにちは。今日の主役は、演劇の歴史を変えたとも言われるウィリアム・シェイクスピア作の不朽の名作、ロミオとジュリエット、よ。ロミオとジュリエット、か。名前は聞いたことあるぜ。それで、一言で言うとどんな本なんだ？一言で言うとね、史上最も美しく、そして最も残酷な、分断が生んだ悲劇の物語、といったところかしら。美しいのに残酷。なんだかすごく深そうな話だな。誰もが知る恋愛物語の裏には、現代にも通じる深いテーマが隠されているの。今日はこの本の魅力を、ネタバレに配慮しつつ、じっくり解説していくわよ。本日の解説メニューはこちらの4本立てよ。第1章では、そもそもどんな本？ということで、著者や時代背景など、この物語のプロフィールを紹介するわ。第2章では、あらすじをサクッと紹介。二人の出会いから物語が大きく動き出すところまでを見ていくわね。第3章は、ここがすごい。本書の革新ポイント参戦。この物語がなぜ400年以上も語り継がれるのか、その秘密に迫るわ。そして最後の第4章では、この本が私たちに教えてくれること、をテーマに、現代の私たちがどう活かせるかを考えていきましょう。なるほどな。ボリューム満点だけど、面白そうだ。早く聞かせてくれ。さて、まずはこの、ロミオとジュリエット、が一体どんな作品なのか、その基本情報から見ていきましょう。基本情報、大事だよな。この本を書いたのは、ウィリアム・シェイクスピア。16世紀から17世紀にかけてイギリスで活躍した劇作家よ。名前は知ってるぜ。ハムレットとかマクベスとか、有名な作品をたくさん書いた人だよな。その通り。ハムレット、マクベス、オセロ、リア王は四大悲劇と呼ばれていて、この、ロミオとジュリエットも彼の代表的な悲劇作品の一つなの。彼のすごいところは、人間の感情の機微、喜び、悲しみ、嫉妬、憎悪といった普遍的なテーマを、詩的で美しい言葉で描き出したこと。だから400年以上経った今でも世界中で愛され、上演され続けているのよ。400年ってすごいな。それだけ人の心をつかむってことか。ジャンルは、悲劇、であり、恋愛劇。テーマを一言で言うなら、純粋な愛と根深い対立、ね。この物語は、ただの甘いラブストーリーじゃないわ。敵対する家に生まれた二人が、生涯を乗り越えて愛を貫こうとする。その純粋さが、大人たちの醜い争いを浮き彫りにしていくの。なるほど。ただの恋愛ものじゃないんだな。だから、こんな人におすすめよ。まず、王道のラブストーリーが好きな人。そして、人間ドラマや社会問題を考えるきっかけが欲しい人。さらには、美しい言葉や詩的な表現に触れたい人ね。結構幅広く楽しめるんだな。俺にもぴったりかもしれないぜ。それじゃあ、物語の世界へ入っていくわよ。第2章では、二人が出会い、運命の恋に落ちるまでのあらすじを紹介するわね。待ってました。一体どんな風に始まるんだ？物語の舞台は、14世紀のイタリア、花の都ベローナ。この町には、古くからいがみ合う二つの名家があったわ。それが、モンタグー家とキャピュレット家。両家の対立は根深く、街中で使用人同士が顔を合わせるだけで、すぐに血生臭い争いが始まってしまうほどだったの。うわぁ、物騒な始まり方だな。街のトップがそんなんで、市民は迷惑じゃないのか？その通りよ。ベローナ大公も、次に騒ぎを起こした者は死刑にする、と言命するほど、この対立は街全体の悩みの種だったの。そんな中、モンタグー家の一人息子、ロミオは、ある女性への片思いに悩んで、塞ぎ込んでいたわ。ジュリエットじゃないのか？最初はロザラインという女性に恋焦がれていたの。一方で、キャピュレット家の一人娘、ジュリエットはまだ13歳。親からは対抗の親戚であるパリスとの結婚を勧められていたわ。彼女自身はまだ結婚なんて考えてもいなかったけれど、親の意向には逆らえない、そんな状況だったの。そんなある夜、キャピュレット家で大規模な仮面舞踏会が開かれるの。ロミオは、片思いの相手ロザラインがそこに来るのを知って、友人たちと仮面で顔を隠し、敵の屋敷に忍び込むのよ。度胸あるな。バレたら大変なことになるだろ。まさに命がけの潜入ね。そして、その会場でロミオは一人の少女に目を奪われる。その輝くような美しさに、ロザラインのことなんて一瞬で忘れてしまったわ。その少女こそが、ジュリエット。彼女もまた、情熱的なロミオに惹かれ、二人は吸い寄せられるように言葉を交わし、キスをするの。でも、その直後、二人は互いが憎み合うモンタグー家とキャピュレット家の人間だと知ってしまう。運命の恋は、最悪の形で始まってしまったのよ。うわぁ、一番好きになっちゃいけない相手だったわけか。舞踏会の後、どうしてもジュリエットを忘れられないロミオは、危険を冒してキャピュレット家の庭に忍び込むの。そこで彼が見たのは、バルコニーに出てきて、ロミオへの愛を嘆くジュリエットの姿だった。ロミオ、あなたはどうしてロミオなの？という、あまりにも有名なセリフがここで登場するわ。それ知ってる。名前が邪魔だってことだよな。その通り、家柄や名前がなければ、二人は愛し合えるのに、と。それを聞いていたロミオは姿を現し、二人は家柄を乗り越え、愛を貫くことを誓い合うの。そして、翌日には秘密の結婚式を挙げる約束までしてしまう。展開が早いな。
出会って数時間だろ。でもそれだけ燃え上がったってことか。そうなの。この情熱的な行動力こそが、この物語の魅力であり、同時に悲劇の引き金にもなっていくのよ。ここまでがあらすじよ。出会ってすぐに結婚の約束までしてしまうなんて、本当に情熱的よね。ああ、すごいスピード感だったな。でも、この先が悲劇なんだろ？どうしてそうなってしまうんだ？良い質問ね。この物語がなぜこれほどまでに人の心を打ち、400年以上も語り継がれるのか。その核心となるポイントを3つに絞って解説していくわ。まず1つ目は、心に響く詩的な名言の数々、よ。この作品は戯曲、つまり演劇の台本だから、セリフの一つ一つが本当に洗練されていて美しいの。さっきの、あなたはどうしてロミオなの？もうそうだよな。ジュリエットはこうも言うわ。名前って何？バラと呼んでいる花を別の名前で呼んでみても、甘い香りに変わりはないはず、と。これは、加盟という表面的なものではなく、ロミオという人間そのものを愛しているという強い意志の表れなのよ。それは確かにぐさっとくる言葉だな。深いぜ。他にも、別れを惜しむ場面での、別れはかくも甘い悲しみ。だから私は朝になるまでお休みを言い続ける、というセリフも有名ね。愛するがゆえの別れの辛さと、次会えることへの期待が入り混じった、見事な表現よ。こうした言葉の美しさが、二人の恋の純粋さや情熱を際立たせ、読者の心に深く刻み込まれるの。核心ポイントの二つ目は、憎しみ、が生む悲劇の連鎖、よ。二人は秘密裏にロレンス神父の下で結婚式を挙げ、幸せの絶頂にいたわ。よかったじゃないか。ここからハッピーエンドにはならないのか？そうはならなかった。結婚式の直後、ロミオは街でジュリエットのいとこであるティボルトに絡まれてしまうの。ティボルトは舞踏会にロミオがいたことに激怒していたのよ。ロミオはジュリエットと結婚したことで、ティボルトはもう敵ではない、親戚なのだと考え、争いを避けようとするわ。でも、そうは問屋が下ろさない。ロミオの煮え切らない態度に苛立った親友のマキューシオが代わりにティボルトと決闘を始めてしまい、ロミオが止めに入った隙に、ティボルトの剣がマキューシオを刺してしまうの。なんだって、そんな。マキューシオは、両家ともに災いあれ、という呪いの言葉を残して死んでしまう。親友を殺されたロミオは逆上し、ティボルトを殺してしまうのよ。この行動の結果、ロミオはベローナから追放されることになり、ジュリエットとの幸せな生活は、たった数時間で打ち砕かれてしまったの。うわぁ、一瞬で天国から地獄だな。憎しみが結局誰も幸せにしないってことか。そして三つ目のポイントが、運命の歯車とすれ違い、よ。ロミオが追放された後、悲しむジュリエットに追い打ちをかけるように、父親がパリスとの結婚を強制するの。もうロミオと結婚してるのにか。ひどい話だぜ。絶望したジュリエットはロレンス神父に助けを求めるわ。そこで神父は、仮死状態になる薬を飲んで死を偽装し、その間にロミオを呼び戻すという、一か八かの計画を立てるの。ジュリエットはその計画を受け入れ、薬を飲み干す。家族は彼女が死んだと思い込み、計画通りに霊廟に安置されたわ。しかし、ここからが悲劇の連鎖よ。ロレンス神父がロミオに送った、計画を知らせる手紙、が、伝染病のせいで届けられなかったの。そんなことあるのか。一番大事な連絡が。そしてロミオの元には、ジュリエットが本当に死んだという誤った知らせだけが届いてしまう。絶望したロミオは毒薬を買い、ジュリエットの眠る霊廟へと向かうの。霊廟でジュリエットの亡骸、と思い込んでいる、に最後のキスをしたロミオは、毒を煽って彼女の隣で命を絶つ。そして、その直後にジュリエットが目を覚ますのよ。目覚めた彼女が見たのは、冷たくなったロミオの姿。すべてを悟ったジュリエットは、ロミオの短剣を手に取り、その後を追う。こうして、二人の恋は幕を閉じたの。なんてことだ。あと少し、本当にあと少しタイミングが合っていれば、あまりにも残酷すぎるぜ。この結末を知った両家は、自分たちの争いが二人の若者を死に追いやったことを深く後悔し、ついに和解するの。でも、あまりにも代償が大きすぎたわ。ふむふむ、物語の凄さはよくわかったぜ。で、この悲しい物語から、俺たちは何を学べばいいんだ？まず学べるのは、分断と対立の不毛さ、よ。モンタグー家とキャピュレット家は、なぜ争っていたのか、その理由すら曖昧になっていたわ。ただ、昔から敵だから、という理由だけで憎み合っていたの。その結果が、マキューシオやティボルト、そしてロミオとジュリエット自身の死。多くの未来ある若者の命が失われたわ。この物語は、憎しみの連鎖がどれほど無意味で、悲劇的な結果しか生まないかを強く教えてくれるの。現代でも、国同士の争いやネットでの誹謗中傷とか、同じようなことがあるよな。相手を理解しようとせず、ただ憎むのは危険だってことか。二つ目は、言葉と思慮深さの重要性、ね。ロミオは親友を殺されてカッとなり、ティボルトを殺してしまった。ジュリエットは親に結婚を強制され、誰にも相談せずに死を偽装するという危険な計画に乗った。もしロミオが怒りを抑えて、対抗の判断を待っていたら？もしジュリエットが両親に、愛する人がいる、と勇気を出して打ち明けていたら？もしロミオがジュリエットの死の知らせを鵜呑みにせず、神父に確認していたら？たらればを言っても仕方ないけど、確かに防げた悲劇かもしれないな。そうなの。
感情的で衝動的な行動や、コミュニケーション不足が最悪の事態を招いてしまった。困難な状況に陥った時こそ、一度立ち止まって冷静に考え、信頼できる人に相談することの大切さを教えてくれるわ。というわけで、今回はウィリアム・シェイクスピアの、ロミオとジュリエットを解説しました。純粋な愛の美しさと、それを取り巻く憎しみの愚かさが、見事な言葉で描かれた不朽の名作だったわね。注意点としては、これはあくまで悲劇だということ。ハッピーエンドを期待して読むと、その結末に心をえぐられるかもしれないわ。でも、だからこそ心に残る物語でもあるの。なるほどな。つまり、ただの悲しいラブストーリーじゃなくて、憎しみや対立がどれだけヤバいことか、そして愛の尊さを教えてくれる、全人類必読の教科書みたいなもんだな。って感じなんだな。その通りね。戯曲なので少し読みにくいと感じるかもしれないけど、映画や舞台など、様々な形で楽しむことができるわ。この本が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてね。このチャンネルでは、これからも皆さんの知的好奇心を刺激する本をたくさん紹介していきますので、チャンネル登録もお願いしますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。